皆さんどうもこんにちは、しおりです。はい、お待たせしました。前回に引き続き広島編2日目の今日ははしご酒の日です。今回とて視聴者さんからのおすすめのお店しかり、はたまた現地での店員さんからのおすすめしかりでお送りしたいと思うんですけれども、まずは朝ごはんですね。ここは完全独断でなんとなく入った喫茶店だったんだけど本当にドンピシャにハオだったので、手始めに紹介させて。はい、まず店内がどう考えてもハオで、私が頼んだこのホットケーキセットね、なんと素朴な見た目なのでしょうか。今時の足腰の弱いパンケーキと違って、こちらは低反発、自立さえ感じるホットケーキでして、で最近こういうホットケーキ外で食べたいなと思ってもなかなかありつけないからさ、もはや貴重だよね。でコーヒーも理科の実験みたいなやつで入れてくださって、しっかりストロングな美味しいコーヒーでした。いや、ここ結構有名なのかな、わからんけど、こんな素敵なお店にたどり着けたこと、とても勝手にご縁を感じているんですけども、ぜひ広島来たらみんなモーニングしてみて。あと絶対にここではトイレをしましょう。可愛いから。一発目からやってないを食らいまして、どうしましょう。どうしよう、やっちまった。はい、今日は昼飲みするぞと意気込んでいたならば、このありさまですよ。気になっていたこのスタンドローキーさんに行きたかったのになんて思いながら、第2の昼飲みスポットへ向かいました。気を取り直して1軒目。きっとあれだよね、神様もちょっと一苦労した方がうまい酒が飲めるぞって言ってるんだと思うので、ここはお魚が美味しいみたいな立ち飲みのお店です。というわけで広島に乾杯。ちょっと前置きが長かったんですけど、いよいよ始まりましたね、広島はしご酒。先に言っておくと、今回広島を満喫しようと意気込みすぎて大層食べて飲んでの4軒はしごですので、ペース早めに行くね。ほらみんな尺長いと飽きちゃうからさ。って言うてももう本当に4軒どこも素晴らしかったので、ぜひぜひお付き合いくださいまし。というわけでトップバッター、ハマチごま。これね、わかめやら紫玉ねぎやら、あとパクチーだったかなで壮大なステージになってるので分かりづらいんですけど、とにかくハマチの量が多いの。この新鮮で見応えあるステージが500円とのこと、ちょっと驚きなんですけども、そして刺身のごまえにハマったのは、何を隠そう前回の大分編で出会った琉球のおかげですね。このごまと魚ってどえりゃ合うんだよね。ここ最近の学びです。おいだらやっぱり牡蠣はやっぱ外せませんね。こちらも500円という安さでして、味はもちろんなんですけど、500円でね、この昆布が敷いてあったり、わかめ、そして玉ねぎとね、ちょっとした食材に対するリスペクト的なものを感じて、そこもすごくいいなって思いながら食べてます。2杯目です。で、そうだ、私さっきモーニングしてから広島美術館でピカソを見てきたんですよ。でもそれが私の美術館人生で割と上位を争うほどよくってね、その写真たちを眺めながら一人飲むっていうだいぶ粋な一人飲みじゃない？で、尺を短くしなきゃなのに話したいことがいっぱいですね。はい、ということで
この空屋さんとスタンドローキーさんはみんなからの口コミで昼飲みできる店の2強って感じだったので、本当これでよかったです。納得の満足感でしたね。というわけでお邪魔しました。ごちそうさまでした。はい、2軒目ですわ。私気づいたんです。広島には虎が名前についた居酒屋さんが多いと。そうして調べ上げると、どうやら系列ではないかなと。というわけで乾杯。ここなんてさ、まだ開店直後にもかかわらず、わんさか人々の群れがやってきまして、私がいるここは立ち飲みなんですけど、奥は座ることもできるのでね、カロリーを抑えたいときは立って、蓄えたいときは座る、そんな使い方いかがでしょうか。今隣の宅のお食事を見てうまそうと思わず一言。はい、そんなお隣の方が食べてたネギトロお揃いにしちゃったよね。よく一人飲みで何頼めばいいかわからないときは、店員さんにレコメンドしてもらうか、ひっそりと周りの卓を観察するっていうのがおすすめでして、で、お海苔に巻いていただきましたら、はい、間違いない。美味しいです。美味しいです。はい、美味しいです。このお隣のしっぽり兄さんはどうやら常連さんだったんだけど、このネギトロとあと煮込みがおすすめって言ってらっしゃって、煮込みがどう考えても目の前でグツグツと煮込まれておりまして、食べようかと迷ったんだけど、次頼んでしまったのがこちら、このかぼちゃとさつまいもとろとろチーズってやつです。これがもう全レディーが好むであろう、いわば小さい秋見つけたグラタンなんです。小さい秋小さい秋小さい秋見つけた。で、うまい美味しすぎる。でも確かにかなりお腹にたまるというわけで、先々のことを考えた結果、今回はもつ煮までたどり着くことができませんでした。本当に残念極まりないんですけど、お好み焼き屋さんだとどこが好きですか？どこのお店が好きですか？ふみちゃん、実はこんな感じでね、1軒目でも2軒目でも店員さんにおすすめのお好み屋さん情報を仕入れていまして、というのもみんなあんまりにもバラバラの店舗言うからさ、もう多分きっとあとは好みの問題なんだろうなと思いつつも、私はどこに行ったでしょうか。で、この何より店主さんがめっちゃ物腰柔らかい方でね、広島楽しんでくださいねなんて言ってくださって、この後も行きたいお店があるからさ、もう軽くですいません、また食べに行きますなんていう風にお約束をしたので、また絶対行きます。本当にいいお店でしたな。ごちそうさまでした。はい、続きましては3軒目。今度は渋い雰囲気がたまらないゴンベイさんというこちらに来てみたんですが、こちらはおでんですね。おでんの種類が豊富でございます。しかも味噌で食べるっていうのが売りみたいで、やっぱおでんには日本酒でしょってことで、おすすめの日本酒クエスチョン。広島の日本酒っていうと何なんですか？うちがメインでやってるのは、熱燗でしたら、本州一の金門かカレー美人ですね。冷酒でメインで行くのは本州一で、他にもありますか？県内の辛口だと何が？こちらが、県内が天保市、宝剣、魚月、西条鶴、綺麗ですね。綺麗もちょっと辛いんですよ。じゃあその天保市、はい、これですよね。魚月。
呪文みたいな日本酒の名が降り注いで焦った結果、こちらの定方一と言われるものを冷やでいただいてみます。結果とっても飲みやすくてね、私はやっぱり辛口が好きだなと思うわけなんですけども、ってことで来ました、おでんくん。これロールキャベツと大根なんですけど、私一人だからさ、こんなに小さく切り刻んでいただかなくてもよかったんですけど、多分シェアね、みんなシェアしに来るからさ、デフォルトが切り刻んでくれるんだろうんですけど、見た目的にはそのままの方がねとか思いつつも、味は変わりません。とっても美味しいです。でね、ここから見えるこのおでんはオーソドックスお出汁ひたひたのおでんなんですけども、このおでんにちょいとこのお味噌をつけるとですね、また一興美味しいの。みんながゴンベイの味噌おでん食べてみてというのもうなずけまして、でほいだらこの本日のおすすめからさつまいもとレンコン。私さつまいもおでんって初めてだったんですけど、みんな食べたことある？トロットロに煮込まれていて、いわゆるホクホクというよりももうねっちょりで、なおかつ芋ようかんみたいに甘いの。でここもオープン直後だったから貸し切りイエーイ、たくさんお天使とお話ししちゃおうみたいな感じでたくさん話しかけちゃってたんだけどね、なんと上には上がおりまして、2階には大宴会をなさってるみたいなんです。なんと人気店なのでしょうか。でそんな中でまたもやこちらの店主に好きなお好み焼き屋さんを聞いたところ、近くのお店を紹介してくれまして、なおかつそこかなりロコな雰囲気があったんです。で良いかもなと思ってたら、まさかの連絡してみましょうかなんて言ってくださって、お願いしますという流れで締めのお好み屋さんが決定いたしましたね。これぞ行き当たりばったり一人飲みの醍醐味じゃないでしょうか。もうホクホクとしながら最後ネギをいただきまして、次の店向かいます。忙しい中ありがとうございます。ごちそうさまでした。でね、次の店にまっしぐら歩いていたその時、もう後ろからゴンベイの店主が走ってきてくださって、ご案内しますよって、もうね思いやりに涙ですよ。何から何まで食べれなかったらなんかパックとかしてくれますかね。知りまため。あ、本当ですか。ありがとうございます。すいません。すいません。一人で。お邪魔です。こっちがあっちが。どっちがいいですか。いやーどうでしょう。もう入った瞬間から広島のエネルギー感じる大将に歓迎してもらってさ、もう楽しさも酔いも2倍、アドレナリンブンブンブイブイの私です。はい、乾杯。なかなか東京で鉄板焼きっていうとなんかステーキとか高級エビとかわかんないけど、特別な日に食べに行くってイメージが勝手にあるわけなんでして、ラフにこうやって酔いどれの状態で来ること自体初めてだし、手さばきには見惚れちゃうしで、もうエキサイティングが止まりません。違いますよね。そうなんですね。これがね元の焼き方なんや。先に麺をのせたろ、これが昔のやり方。今はね観光のところはキャベツを先にのせる、その方が早い仕事が。これちょっと時間かかる。これが昔のその元祖の焼き方。元祖今そうですね。そば後から合わせる。そうパリパリにするじゃろ。あの方が早い。早いか。これ時間かかる。もうこんな感じで大将のデモンストレーションを見ながら聞きながら飲みながら待てるなんて、これはもはや食の域を超えて芸術。
もう芸術ではなかろうかと、そんな風にさえ思っていまして、でこれ卵が双子なんです。全部双子なんです。双子を選んでるんですか？選ぶからどこまででくれんね、やっぱり。1200の好きやったね。そうですよね。双子の方がやっぱ美味しいんですか？一緒に味は。ああ、そっかそっか。てか美しいな。ここヘラから食べるやつですか？やっぱり重ね焼きを大事にするんで、広島の人はヘラで食べるかも、県外の人は難しい。ねえ、そうなんですか？ここで食べここで食べてみたいです。ここに置いてる。やべ、まあダメだよね。下手くそってコメントで言われるかもしれない。はい、そんなこんな出来上がったお好み焼きを鉄板の上から食べてみたいという私の要望を叶えてくださり、伝授してもらって、それいけ実食。おいしいより。いや本当にね、粉物かと思って食べると全然違くて軽いの。これは確かに毎日でも食べれてしまうわと思ったわけなんですけども、で何よりこのヘラで食べる感覚が楽しくて熱々の熱気がヘラに乗って口内まで届くわけじゃん。でこれお箸だとどうしても隙間ができちゃうから、その熱気を多分感じれないんですよ。だからね、やっぱりヘラです。ヘラだね。全然それで食べれます。でも上手なわ。ね。いや本当に落とさないで。俺結構落とすよね。ほんとこんな感じで、大将のお人柄とこじんまりとした店内で生まれる会話等をね、存分に楽しんだ私なのでして、で石ころ投げればお好み焼き屋さんにぶつかるほど多い広島で、どこに行こうかなって悩んでる方はぜひこちらのテッタさん、もうおすすめもおすすめですよ。であと焼く人で味が変わるらしいので、有名どころでも気をつけてねというのが現地の方の見解でした。はい、ということでお持ち帰りすることなくペロリと食べきれました。さすがにね、幸せと酔いが混沌としていましたとさ。ごちそうさまでした。めでたし。いやはやラストかなりテンション高めの私でしたが、ここまで見てくれたみんな、長い間本当にありがとうございます。今回とって本当ね、人に恵まれた人情の旅だなと思うわけなんですけども、編集してても思うけど、いいな人間っていいなってなるよね、やっぱりね。なのでみんなにも同じような気持ちで思ってもらえてたら幸いだなぁなんて。で最終日の朝は武蔵というおむすびをね、有名なお店に食べに行きまして、もう最後の最後まで広島大堪能。はい、てなわけで東京に帰ります。また来ると広島楽しかったでがんす。それではじゃあありがとうございました。